今回は旅の最終回の前に私たちから重大発表と日本一周最後ということでプレゼント企画があります。はい、前回の YouTube ライブでは結構話が長くなってしまったので、今回は短くギュッとまとめました。はい、では早速重大発表から。この軽バンを引き継ぐ軽バン2号が誕生します。この新しい軽バンを制作してるんですけど、実際5年間車中泊をしてみて、いらなかった設備とか無駄だったものを全部省いて、日常使いもできるような最強の車を制作中です。新車両は自分たちだけじゃなくて、クラフトプラスという車の内装を手掛けるプロの方々と一緒に制作中です。はい、でこの車両はまだ完成してないんですけど、これからこの後少し途中経過をご紹介します。でベース車はアトレイの RS という今と同じ4駆のターボを選びました。で今の軽バンよりもシンプルに見えると思うんですけど、この形にした理由がいくつもあるので紹介したいと思います。はい、はい、まずこの形にした一番の理由は、後部座席を簡単に取り出せることです。私たちの軽バンは長期旅を想定してたから、もう後部座席を外してしまってたんですけど、実際旅に出てみると、せめてあともう一人乗せれたらっていうタイミングが結構ありました。その経験から床板を跳ね上げるだけですぐ3人乗りができるようにしています。そしてもちろん4人乗りも可能です。マットをのけて前の箱を後ろに動かします。私結構この床だけで、もうクラフトプラスの設計士さんめっちゃすごいなって思ったんよ。自分ら3人乗りと4人乗りどっちもできるようにしたいですっていう、要望だけ伝えたんですけどこうやって形にしてくれました。はい、めちゃくちゃすごいです。車中泊仕様としては大きく5つのパターンで使えるようにしました。1つ目が上下2人で寝れる通常モード。長さは延長板があるので上の段も180センチまで取れます。次にフルフラットモード。むしろ1人で広く寝たいっていう方やペットと車中泊したいって方はこのフルフラットモードにもできるようにしています。次3つ目、マットを運転席の後ろに置くとリラックスモードになります。足をしっかり伸ばせて、天井も高さがあるので、これが一番広くて快適に使えるモードです。4つ目はデスクワーク調理モード。マットをのけるとかなり広いデスクが出来上がります。で向かい合って食事ができるように真ん中にテーブルも設置する予定です。で最後5つ目はキャンプモード。引き出しテーブルは便利だったので残しました。私たち床下上げてたからかなりテーブルが高かったけど、これでキャンプとか低い椅子でも合うような高さになったね。はい、冷蔵庫は買い物から帰った時に入れやすいようにすぐ手の届くところに設置しています。でこの隙間見てください。マットスレスレの美しさがもうすごくて、これは本当クラフトプラスさんの設計士さんと職人さんの技術の賜物です。この車の壁って曲線の部分が多いんですけど、ここも手作業で作ってもらって、これはさすがに DIY ではできなかったようなものが仕上がってます。このマットもすごくて、これクラフトプラスさんのテップ生地っていう生地を使ってもらってるんですけど、コーヒーをこぼしても拭き取って水を吹きかけたら汚れが浮いて染みなく取れるっていう。でしかも肌触りもフェルトみたいに柔らかいねんな。なのでこれもすごく推してるポイントです。こんな感じで仕上がりの部分はプロの方に作っていただいて、内装部分は自分たちが実際に車中泊をしてきたからこそ実用性のある部分だけ残して無駄だった部分は省いた、そんな1台にしました。ひとまず今紹介した部分以外にもすごくこだわった部分とか進化した部分がまだまだあるので、これからまた動画で紹介しようと思います。はい、そしてこの車なんですけど、私たちが今後乗り継ぐだけじゃなくって車両販売もしていきます。でもう軽バン持ってるしなっていう方のために車中泊キットとしても販売していく予定です。
今回紹介している車両はもうすでに内装のカスタムをしてるんですけど、標準モデルやオプションについてはまた別動画で詳しくお話ししようと思います。これまで私たちの動画を見て車中泊してみたいけどちょっと DIY 難しいなとか、ありがたいことに車を製作してほしいとか、この競馬を売ってほしいみたいなお声とかもいただいたことがありました。でやっぱり素人が作るものなのでなかなか安全面を保証できなくて、そういうことは実現できなかったんですけど、今回ねようやく5年越しに実現することができました。でこの車だったら普段使いもしつつ気軽に車中泊にも行けて、で純正をすごく大事にしてるので、今回はもうどこも穴を開けてないです。私たちの DIY の時は、買う前から開いてたから、結構ね躊躇せずに開けてたけど、次の新車両はそんなことしてないです。その理由は、もし車中泊をしなくなった時とか、車を売る時とかそういう時に問題ないようにというところまで考えています。で仕様を今軽く紹介したんですけど、この車を作ることになった経緯も紹介しておきます。この軽バン君も走行距離が20万キロを超えて、旅の4年目ぐらいからかな、こうチェックランプとかオーバーヒートランプがつくようになって故障とか不調が増えてました。それでディーラーさんとか整備工場に持っていきながら旅を続けてたんですけど、それでもどこか直したらまたどこかが悪くなるっていう形で、長くはこの車も乗れないかなというふうに話してました。でそんな時に最後北海道から47軒目の沖縄に向かう途中でクラフトプラスさんから一緒に車両を作りませんかっていうお話をいただいて制作が始まりました。でも本当その時はめちゃくちゃ嬉しくて、なんかこのタイミングでこんなことあるんやっていう思いました。でも一応もう2つ返事で OK したわけじゃなくって、どんな企業さんなのかとか、私たちのやりたい方向性と合ってるのかとか、そういうところも、実際お話聞いてからちゃんと決めたいなって思ってました。で実際直接お話聞いたら、もうものづくりにめちゃくちゃ真摯な姿勢で、木材をカットする時はもちろん機械を使ったりするんですけど、最後の仕上げの部分は絶対こう職人さんの手で一つ一つ丸みを取ったり肌触りを確認したり、この5年間使ってきたから分かるけど木材も腐ってくるんですけど、そういうこう長く使っていく上でそういう木一つ一つにこだわってる姿を見て、自分たちにすごい刺さったなっていう。やっぱりコストとか時間のことで言うともう機械でバーってやってしまった方が早いと思うけど、それでもいいものを届けたいっていう姿勢がめちゃくちゃ素敵やなと思って、そこからすごく私たちは一緒に何か作っていきたいなって思いました。であと、今職人さんの技術についてもお伝えしたんですけど、でもやっぱ一番の決め手は人柄というか、例えば小窓とか木の塗装とかはこうぜひ残しましょうって言ってくれて、自分たちも愛着があったのですごい嬉しかったです。本当愛を感じました。夜になってきてますねこれ制作のちょっと裏話なんですけど、もう私たちこの新車両を作るってなった時に、やっぱり5年間も車中泊してきたから、今度はもう今まで見たことないような車両を作ろうみたいな2人で張り切って、でなんか天井からテーブルが自動で降りてくるとか、なんかここが開いてここが開いてみたいな、もうめっちゃ考えました。そう、もうほんといろんなギミックが詰まって、もうすごいカスタムした多分600万ぐらいするような軽バンを考えてました。でそれをクラフトプラスさんに持って行ったんですけど、実際本当にこれから車中泊を始めてみたい方に本当にそれが正解なのかと。普段使いもできるっていうのをコンセプトにしたかったので、ちょっとこう何でも詰め込むっていうのは自分たちも違うかなって気づかされて、今回のシンプルで最強なものに変わっていきました。本当はねキッチンとかもめっちゃ気に入ってたけど、やっぱり不便なこととかも多かったから、そういうのとかもねまた今度おいおい話していこうかなと思います。普段使いはもちろんめちゃくちゃしやすくなったんですけど、車中泊自体も居住空間がすごい広くなったんで、めちゃくちゃ快適になりました。なんか
長くやってきた人ほど言うんですけど、最終的にシンプルに戻ってくるっていう方がめっちゃ多くて、まさに自分たちもこの5年でそれを感じたなと思って。設備はシンプルで自分でカスタムしていくのが面白いんやろうなっていうふうにね、思いました。だからこの子にもめちゃくちゃ愛着あるけど、もう早く次の子にも乗りたいそうやね。思ってます。はい。めっちゃ暗なって思った。ほんまよ。夜やもんな。ちょっとだいぶ暗なったので次の場所に移動します。はい。では長くなりましたが、次プレゼント企画です。今回日本一周最後ということで、あとクラフトプラスさんとコラボということでプレゼント企画を考えました。今回は応募 URL からアンケートを答えていただいた方は全員必ず何かもらえます。でそれ以外にも抽選で豪華商品が当たるようになっているので、ぜひ最後まで見てください。はい、ではまず1つ目、日本一周限定ステッカーです。これ私がすごいドット絵が好きで、いつか作りたいなって思ってて、今回ようやく実現しました。ドット絵ね、一つ一つ色を入れながら日本一周を最後ゲームのようにコンプリートしましたよっていうデザインになってます。これ自分も気に入って iPad のロック画面にしました。もう一つがクラフトプラスさんとのコラボステッカーです。コラボ記念ということで、これも限定デザインで作ってもらいました。これはイベントの終了まで。あと事前のプレゼントだけじゃなくて、イベント来場者限定のプレゼントも用意しています。来場者限定のプレゼントは無垢材のキーホルダーです。オークとかウォルナットっていう高級木材で作られてます。これ自分らももらったんですけど、実際手にしたらめっちゃええような。なんかね、旅館の鍵みたいに使いたくなる。イベント当日はアンケートの回答画面を見せてもらってお渡しするという形になります。以上3点がアンケートの応募でもらえるプレゼントになります。で期限は日本一周限定ステッカーは10月末まで、コラボステッカーはイベントの終了まで、ムックのキーホルダーは来場者限定になります。なのでステッカー2枚欲しいという方は10月末までにご応募お願いします。そしてこの全員プレゼントだけでなく、さらに抽選で豪華なプレゼントも用意しました。まず1つ目、軽バン賞。これから私たちが乗っていく車と全く同じデザインのシートカバーです。マットにコーヒーをこぼしてもすぐ拭き取れるっていう同じテップ生地を使っていて、でこれね、裏のステッチもめちゃくちゃ可愛くて、で色も同じなんやけど、よく見たらレザーとテップ生地とになってて、触り心地もすごく良くて気に入ってます。これが限定1名様。で次、クラプラ賞。クラフトプラスさんはシートカバーを実はもういろんな種類作られていて、結構テイストもね、かっこいいレザーとか、カーキとかね、あとストライプの可愛い感じとかもいろいろあるので、そういった好きなデザインを選べるっていう賞です。さっき言い忘れてたんですけど、私たちの車両はアトレーなんですけど、全然ね、どんな車両でもいいって言ってたよな。シートカバーも、当選した方の車種に合わせて作るって言ってたので、車種関わらず応募できるのでおすすめです。1名ずつですね。次、A 賞、クラフトプラスのオフィシャルサイトで 20% クーポンです。クラフトプラスさんは普段割引とか絶対多分してないって言ってたよな。そのシートカバーの他にもいろんな車両パーツもあるので、ぜひチェックしてみてください。で次、B 賞、岐阜県関市のアウトドアナイフです。関市って刀鍛冶で有名なところやんな、確か。そうらしい。ホームセンターとかでも包丁に関って書いたやつ見たことない。あんねん。多分それの、その関それをこう持ち手をちょっとアウトドア風にしたおしゃれなナイフになってます。こうしまった時にカチッカチッっていうのがすごく気持ちよかったり、忍者のクナイをイメージしたデザインとなっています。次、C 賞、キャップとクラフトプラスのステッカーです。このキャップ私がめちゃくちゃ気に入って、これ欲しいですって言ってもらったんですけど、
もう本当に離島の時ずっと毎日かぶってた、うん、それぐらいこのベージュのベースにオレンジ色の刺繍がすごく可愛くてお気に入りです。はい。で最後 D 賞軽バン生活アクリルキーホルダーです。表面は車内を開けてて富士山と豆ちゃんもいます。で裏面は違うデザインになってます。で台紙もめっちゃこだわってるので当たった方ぜひ見てください。でこちらは100って書いてあるんですけど、増量して限定200名様になってます。 YouTube ライブで勢い余って200にしますって言うたから200になりました。はい、当選確率倍にアップです。はい。これらの応募方法は概要欄に URL を貼っていますので、そこからクリックして応募してください。でこのアンケートはお一人様1回限りでお願いします。で当選者にはメールが届きますので、メールアドレスとあとステッカーを配送するために必ず住所お名前はお間違いなく記載をお願いします。あと YouTube ライブの時にすでにアンケートを答えてくださった皆様、本当にありがとうございます。ありがとうございます。車両に関してお見積もりだったりもう少し詳しく聞きたいというふうに書いてくださっていた方もいらっしゃいました。でそういった方はクラフトプラスさんからご連絡が来ますので、そちらもぜひご確認お願いします。はい。次の11月のイベントで新車両とこの今乗ってる軽バンと2つ並べて展示します。これを見れるのは最初で最後なのでぜひ見に来てください。はい。以上です。はい。はい、長くなりましたが次回最終回よろしくお願いします。お願いします。本当にもう2人旅長期だったとしても快適っていうで前からも取れますっていうような感じで、はい、おおすげえ形になってる。すごい。いやこれあるだけで全然違うもん。うん、これもうちょっと長くなるとか厳しいですか。3人乗りになるんですね。3人乗り要望に応えていってくれてる。すごい。すごい。1枚もうちはただそれ以下じゃないとアブソーバーとか入れるんで。そう言われたらそうなのかな。なんか希望じゃないパターンも用意しといた方がいいかなっていう。そうですよ。大丈夫か。大丈夫か。610の1個上。これ自分らのレベルアップバージョンやな。いや全然違う。全然違う。そっからもうちょっと掘り下げてるんですよ、さっきよりも。ああ本当や。絶対ここまで行けた方がいい。
白にもこれにもなります。分厚くなったらちょっと屈折性上がりますので。上がります。はいでかけたりそう最初お玉とかかけようと思ったけどなくなりそうです。毎日こうかけるの大変かっていう、もう何十時間もかけてくれたらでも分かんないやん一瞬。何かの時にまた使えるかもしれないねえしれないしいやー楽しかったな。これこうやってこれほんまにちょっとみんな一回乗ってほしいわ。めちゃくちゃ広いね。こんな広いってなる。うん。同じなんやのにな。で私もこうやってもこれはやばい。これがこう足でおお。このファスナー全部上げちゃっていいですはい。よし。あ、行きました。お少しずつ量あ、なるほど。わあ、なんかオフロードって感じだね。ちょっとかっこいい。完成にしたい。いやーこれまだねやることあるんだよな。次から次にちっちゃい問題が。はいないもんな、結局それがでかい。でかい。初運転です。今すっごい広いよ後ろ。まあこれ見て、アクセル踏んでないでずっとえ、オートクルーズで前の車を追いかけてくれてる。すごい。うわ、じゃあ長距離楽やな。めっちゃ楽足。片道3時間とか当たり前やったもんな。え、これ何？それ何これ？四駆と陸使い分けれんねん。めっちゃそれもいい。え、4駆と2駆使い分けれるん？うすごっ。ん。でオートもある。最強の車作ってもたかもしれん。ほんまにそう言いたくなるぐらい気に入っとる。100。この車の100キロ記念。100キロやってまだ赤ちゃんやん。赤ちゃんやマジ。なあ。今の子20万キロやで。いわあ。つ来てもええな。また写真専属カメラマン。二人でちょっと向こう見てみようかな。二人で。そう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 。あー楽しそうじゃないね。そう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 。そう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 。こういう中とかも見えないとこも一応。久しぶりやわ。なあ、久々の DIY。よし、オッケー。これでどうなってるでしょうか。すごい。こっちまでやってない方。こうやってね、いきます。あんま振動とか変わらんと思っとったけどすごいね。そうやろ。違う。
テーブル兼ヘッドレストになります。でこれは折りたためるようになります。パターン。ここの、はい。ここ頭の部分で、そこまでこの隙間とかの多重的な部分は大丈夫。これで、承認いただければ、ちょっとこっちに変更をかけて作り直していきます。以上です。チンチでやりましたね。隼人がいなかった。あれ途中折ったらここもこうここもこう言うてた。大丈夫ですか？ M でその確かに M